アーサーズターバンっていうこのお店もね古いお店でですね、長いバーがありまして、それでそこにねテーブルもありましてね、で奥にステージがあるんですけど、もう古い店ですね。いろんなミュージシャンもここも出てますね。はい、場所がですねちょうどセブンスアベニューサウスとグルーブストリートのね間なんですけど、日本人の方がねよく出ておられます。週末はね確かね木金土かなは、エリーね、エリー山本さん、山本エリさん、そして火曜日がねドラマーの平川さんね、平川君がね出てますけど、平川君の時はね時々ねマスオさんがゲストでねギターに入ったりとかしてたと思いますよ。はい、そんなわけでね、ここもライブジャズのお店です。今はどうなってるんですかね。おそらくまだ何もやってないんじゃないかなと思いますけどね、本当に一日も早くねまたね、復活していただきたいなと思います。はい、アーサーズターバンでした。はい、はい、次はですね、もう本当にニューヨークに出てきたミュージシャンはみんなお世話になったというお店だと思います。名前がね、ガラージ、ね、車庫ですけどね、ガラージ。ちょうどですね、向こうのお店なんですね。今はバーチェリーっていう名前になってますけど、ちょうど旗がね、あるバーチェリーだ。そのとこにね、ちょうど花があるんですけどね、その花の奥にガラージっていうね、ちゃんとサインがまだ残ってます。はい。まあちょっとこれでは見にくいんですけどね、本当にね、大きなお店で、左の方から入っていってね、ステージがこうありまして、広いお店でですね、ずっとバンドがもうね、週末はですね、ブランチでしょ、ブランチで早い時間と夜っていうね、バンドが3つ入ってることありましてね、で、もう本当にね、みんながお世話になった、もう今有名になってる人もねみんなお世話になったね、素晴らしいお店でした。はい、残念ながらね2016年の、1月3日ですか、これがねこのクローズ、この日が終わりだっていう日にね、実は僕と、僕の奥さん千尋ちゃんがね歌ってるんですね。はい、そんなわけでね、ちょうどまあ閉まる日にね仕事をいただいたんですけど、そんなね思い出のものすごくね、たくさん残ってるお店です。はい、今一緒にやってるチャンピオンフルートもね、マーク・ディマインみんなねここで演奏しました。はい、でもう僕はねある時はねここでね月にねそうですね10本から15本ぐらいやってましたね。自分のバンドまで2本ぐらいやって、他のバンドも誘われて、もうみんながねもう You should get the bed on the basement ね、地下にもうベッド買えないってね、そこで寝泊まりすればどうだってね、そういうジョークが出るぐらいね、ここで何回も演奏しました。もう多い時はね本当にダブルヘーターじゃないんですよ。もうブランチ、アーリーディナーでレイトディナー、ね、レイトショー3回1日やったこともありますけど、まあそんなわけでね、この店がなくなった時はちょっとショックだった。ニューヨーク中のねミュージシャンがもうガラージがあってね、やっぱりニューヨークはね不動産がねやっぱ高いですから、家賃がダーンと上がっちゃってね、どうしてももう払いきれないということでね閉まっちゃったんですけど、そんなわけでねガラージをね紹介しました。はい、ガラージでした。はい、次はですねかの有名なスイートベイジル。はい、こちらね、元スイート、もう名前も変わってますけどね、はい、スイートベイジルといういいお店でした。はい、場所がですねセブンスアベニューと、バローストリートのねちょうどコーナーですけど、はい、ここはねもう本当にね超一流のバンド出てましてね、まあもちろんヴィレッジヴァンガードとかブルーノートとか同じようなね、本当に素晴らしいミュージシャン、ファーストクラスの、ね、ミュージシャンが出てました。はい、で前にもお話したようにね、アートブレイキジャズメッセンジャーズがねここの看板ね、バンドでねメッセンジャーでよく出てました。僕もルード・ラウソンのね、クワルテットでよく出ましたけど、はい、最後の方はですね、確かね日本人のオーナーに途中で変わったと思います。はい、でこれ偶然ね僕はねアップステートでね、演奏したらちょうどそのジャズコミュニティ、ジャズソサエティなんかを作ってる人がね、主催者がですね、なんと元スイートベイジュのオーナーだったんですね。そんなね
ちょっとエピソードもありますけど、本当に素晴らしいんで、僕はねここでね、見たのはアートブレーキでしょ。あとはねフィニアス・ニューボム見ました。はい、トリオでやってましたね。フランク・ガンとドラムでね、ベースがジェミール・ネッサ、あとはもうねいろんなシダー・ウォルトも出てました。とにかく超一流、ナット・アダレンのバンドウィズね、ジミー・カブとかね、はい、いろんな人が出てましたけど、いいお店でした。残念ながらね、あれ何年ですかね、88年90年ぐらいかな、90年代くらいに亡くなったと思いますけど、はい、そんなわけでね、本当にねこのねウエストビレッジ、こうやってね思ってる、今日回ってるんですけど、なんかたくさんあってね、こんなにたくさんあったのって感じでね、ちょっと今自分でもね驚いてますけど、はい、残念ながら、もうお店はないんですけど、スイートベージルをねご紹介いたしました。はい、どうも。はい、次はですねセブンスアベニューサウスというお店ですね。セブンスアベニューサウスというお店で、これがねなんと経営者がですねランディ・ブレッカーとねマイケル・ブレッカーブラザーズでね、営業しておりましてですね、先ほど調べたらですね1977年から1987年までやってたみたいです。で僕はね何回かねセッションかなんかで行ったことあるんですね。2階上がっていきましたね。で1階にバーみたいなのがあって、2階で演奏するんですけど、でちょうどね僕はねどっちかというとやっぱりこの80年代の前半ぐらいからねちょっとこうフュージョンみたいなのが流行りだして、どっちかというとこうニューウェーブね、新しい感じのバンドが出てたように思います。はい、である時ねイドリシュ・ムハマドがね2階でね自分のバンドかなんかで出てましてね、やっぱファンク叩いてました。はい、独特のねイドリシュ・ムハマドの素晴らしいドラミングがね上からね下に聞こえてくるんですよ。それを聞きながらねバーでいっぱい飲んでたのを覚えてますけどね。そんなわけでね、ちょうどの場所がですねセブンスアベニューね、もう南の方、セブンスアベニューの南サウス、それとリロイストリートね、リロイストリート、このねリロイストリートとはただねもうビルディングが全くね変わっちゃっててですね、なんせその87年もう34年ですか経ってますからね、この辺がビルディングがちょっと変わってますよね。はい、まあそんなわけでこの辺にあったっていう感じはね僕はもう覚えてますけど、はい、そんなわけでね、いいお店でした。はい、なかなかね新しい感じのね音楽でやったりするセブンスアベニューサウスをご紹介しました。はい、それじゃあまた。ビレッジゲート、これはねビレッジヴァンガードでもないねビレッジゲートというお店でね、いいお店でした。これもね場所がですねブリーカーストリートとねトンプソンストリート、ね、ブリーカーとトンプソンストリートのちょうどコーナーです。はい、そんなわけでちょうどですね見えてますか、あそこにね V のね上がね見えてるんですね。あそこにビレッジゲートで看板がまだ残ってますね。はい、何年にクローズしたかちょっと定かじゃないんですが、ここのねオーナーの息子さんがピアニストでね時々ね、マーク・ディバインと僕がやってる時に遊びに来たりしますけど、はい、その店でねちょうどね1階がテラスになっててね、1階コーヒーショップみたいになってて、でその前にもお話したかわかんないんですけど、もう地下にはですねもうだから広いねすごい広いステージがね大きなステージがあるところでね、僕もルードランソンとね一緒に出ました。チャーリー・パーカーのねなんかトリビュートっていうねなんかでね、それこそここでその DG ガレスとね共演したことがあります。僕ね本当にラッキーだったんですけど、そんなわけでテラスの方はねジュニアマンスが
よくねデュオでやったりとかしました。僕はハーマン・フォスターとトリオでねここでね何回も演奏しましたけど、そんなわけでねすごいいい感じで、外に立っててもねピアノの音はちゃんとねサウンドが聞こえてきてね、まさしく80年代ね、本当にジャズのねもう盛り上がってる時代ですよね。ちょっとね中に入らなくてももう外に立ってるだけでいい音楽がね聞こえてくるとかね、素晴らしいお店でした。ビレッジゲートをね紹介しました。はい。はい、次はですねビレッジコーナーっていうお店です。これはあんまりね皆さんご存知じゃないと思うんですけどね、これはもう僕もね80年代何回も来ました。というのはもうすぐワンブロックがねビレッジゲートですから、ここはビレッジコーナーですね。ここはねソロピアノが入ってました。僕ねもうその人の名前がねファーストネームは確かねランスだったと思うんですよ。ランスなんとか黒人のね、盲目の人でした。素晴らしいピアノでソロピアノやってまして、そのカウンターでねバーカウンターで一杯飲んでねこうやってねジャズを聴いた思い出があります。はい、ちょうど場所がですね、ブリーカーストリートと、ラガーディアねラガーディアプレイスですね。はい、そのコーナーまあそうですね、そんなにここはトリオがやったりとかそういうことはなくて、レストラン中心でね、ソロピアノランスさんのいいピアノがこうね響いてたっていう感じのそういう思い出があります。はい、もうこのお店はですね、ずいぶん前に何年も前にね、閉まってますけど、今はもうね新しいこのお店になって、今コロナのあれでねベニヤ板かなんか貼ってありますけど全然面影がないんですが、ここにビレッジコーナーありまして、ビレッジコーナーでした。